というかいつの間にか雲までできたみたいだね。もう次は雨を降らせましょうとまでなっていますな。ということは？おお、雲ですぞー。皆さんこんにちは。ゆっくり研究員のレイムです。業務だよ。ゆっくり博士のマリサだぜ。労働者のイバンだ。前回、拠点を移し、ベジチューブやヒーター、その他諸々も移設を行った。その結果、ついに青い空を作り上げることに成功しましたな。帰り方がわからないが、とりあえず、もう少し生活を安定させたい。迎えに来るのが1年かかるとか言われたら、それまで生き延びないといけなくなるもんね。というか、すでに次のステージは雲を作るようなことが書いてあるけどな。確かに命じられたのはこの星のテラフォームであって、青い空を作ることではなかったんだよな。というかまあ、この様子じゃ少なくとも全設計図完了までは迎えには来ないだろうね。確かに、不幸になるとしないでくれ。まあ、おやいいじゃないか。いや良くないが。違う、チップに収納されていた設計図の話だ。俺の話じゃないのか。移動速度の上がるブーツに、虫かい。資源収集速度が上がるチップ。なかなかいい設計図だぜ。収集速度チップの上位版も手に入りましたな。移動速度ブーツの上位版もね。で、最後はリサイクルマシンと、少なくともブーツとマイクロチップは、重宝しそうだな。で、その材料だが、アルミニウムか。アルミニウムは、しばらくはフードブロワーに使いたいですよね。移動速度ブーツも、同じくアルミニウムが材料か。生存に十分な食料生産をするための設備が優先、便利グッズは優先度を下げた方が良いだろう。まあな。でも、バックパックは強化してしまおう。次のティアのものを作るにも、アルミニウムが必要みたいですな。どれもこれも、アルミニウムが必要と。拠点も移設したんだ。周囲にないかぐらいは確認しておこう。ってことで行き先はこっち。黄色いのが何なのか気になるが、なんとなく硫黄っぽい感じはするな。だが少なくとも、近くに落ちている資源に大きな違いはなさそうか。とりあえず少しずつ進みながら、箱も回収してしまいましょう。ああ、そうだなそうしよう。酸素残量も忘れないでね。で箱の中身は、こんなもんか。まあ、調査を続けよう。とりあえずこの黄色いところも注目したいが。酸素回復拠点の素材も必要だな。ああ、酸素カプセルはあるが、とはいえ危険は冒したくねえ。と言っていたらもう酸素がつきそうか。素材、ギリギリ足りるか？鉄が一つ足りなかったか。酸素カプセルも在庫が少なくなってきてしまったな。近くにドロマイトはたくさんありました。酸素カプセルの材料はコバルトですので、ドロマイトを回収すれば解決しそうです。今の状態で食料が備蓄傾向にあるのであれば、そうして素材を集めるのがいいだろう。備蓄傾向にあるかについては、もう少し観察しておきたい。毎回すぐ収穫できるわけでもないからな。なるほど心情は把握した。で、遅くなったがこれが新しいエリアだ。さっきから落ちている鉱石的にも、硫黄で間違いはないだろう。硫黄ってことは、なんか火山を彷彿とさせますな。というかすぐ後ろ火山だけどな。噴火はよしてくれよ。ともかく、さっき言った鉱石も一応、確認だ。やはり硫黄、間違いはなさそうだ。とりあえず、集めておこう。何か使い道ありましたっけ？今のところないな。イメージ的には爆発物とか作るのに使えそうだな。そういえばラストの世界で大量にロケランの弾作ったっけか。その時の素材が、硫黄だったな。懐かしいですな。今の俺は、懐かしんでいる余裕はないんだけどな。ところでこっち、何かありそうな匂いはするな。行くなら、酸素回復拠点の素材を持った状態で、探索に出た方がいいだろうな。ああ、そうだな。とりあえず、近くにあった機械の確認だけして、出直しましょう。つっても、結構この手の機械、そこら中に転がっているがよくわかんないんだよな。設計図の入ったチップ、どこだ？お、あったあった。イバンさんはこの機械自体にはそんなに興味はないみたいですけどね。興味ないわけではないんだがな。見たところで情報がないんだよな。じゃ、一回拠点戻って少し遠出でもしてみるか。さて、左も気になるところですが、黄色い感じから、硫黄が浸る資源分布だろう。でも今私たちが欲しいのはアルミニウムと。踏まえて、優先すべきは火山エリアだ。ほう。無論根拠などないけどな。でもなんとなく、新しい資源がありそうな予感はしますぞ。いろいろ考えるよりも走るのが早そうだ。とりあえず、向かってみよう。で、来てみたはいいんだが。見るからに危険そうですね。だが危険なところにはそれなりのリターンがある。アルミニウム、見つかるといいんだけどな。ではいつも通り、酸素回復拠点を立てておけ。あいあい。では早速探索しましょう。遠目で見る限りでは、資源分布、変わっている気はしないね。ただリスクを冒すだけというのは避けたいな。
とにかく進むしかないだろう。噴火しないことを祈れ。全く無責任な。で、よく見ると溶岩が固まってできたと思われる岩の上、なんだか赤い岩があるな。溶岩が丸まったもの。というわけでもなさそうですな。爆発物で破壊が可能と。イバン、点火してみたらどうだ。いや物語が終わるわ。というか持ってないし。難題博士的ジョークなのに。冗談はともかく、新しい資源の期待は高まりましたな。ああ、一回酸素補充してもう一度探索しよう。で、さっきの岩よりも少し進んでみているのだが。イバンさん、あれ、これは、イリジウムか？こんなところで自然採取できたんだね。今まで前任者たちの残した箱でしか手に入らなかったからな。それに、結構ありますぞ。ヒーター増設を目的とするならば、このエリアはかなり効率が良さそうだ。というよりむしろ、箱以外の入手方法なかったから必須級じゃないかな。おや、これは？ほう、防気サイトと。知っているのか？いや知っているも何も、イバン、お前の探し求めていたものだろう？そうだっけか？あ、粉砕機ですか。ご名答。粉砕機で砕くと、アルミニウムが手に入るはずだ。イリジウムだけでなく、アルミニウムまで手に入るとはな。そういうわけだからイバン、できる限り集めておけ。防気サイトとイリジウム、この周辺から根こそぎ集める感じだな。これで酸素回復拠点の近くはあらかた集め終わりそうか。さらに向こう側には、まだまだ落ちていそうだな。ありがてえが、むしろ終わりがないかもしれないな。場所的には、この辺にも酸素回復拠点必要かもね。ああ、俺もそんな気がしていたぜ。よしこれで一安心。言うても、イリジウム7個と防気サイト9個か。まだまだ、足りないな。さらに奥、洞窟まで足を伸ばしちまった。また見たことない鉱石って、アルミニウムじゃん。おや、ついに直接摘出していると。結果論だが、拠点移して正解だったな。感謝してくれてもいいんだぜ。この度はご助言いただき誠にありがとうございます。真面目に感謝しておけ。真面目じゃない感謝ってなんだよ。いや10秒前の自分思い出しな。正論だったわ。まあ相変わらず仲のいい二人はともかく、この洞窟内だと、イリジウムとアルミニウムには困らなさそうだね。まあ、今採集する分にはな。どちらかというと問題は、そのうち枯渇しそうなことだけどな。とはいえ食住揃ってしまえば、最悪待ち続ければテラフォーミングは終わるからな。まあ、それより前に我々がイバンを救出した方が早いけどな。それはそうですな。あれ、物理的に接触できる距離なのか？ああ、かなり近づいた。食料を投下するようなフェーズではもうなくなってしまったが、必要とあらば接触は可能な距離ではある。ほう。で、ここ随分と危険そうな場所ですな。ああ、資源に吸い寄せられて近づいてしまったが、なかなか恐ろしい場所だったぜ。ハイリスクな分、リターンが大きかったな。ちゃんとリターンがあってよかったぜ。さて、そこそこ集めたし、一旦拠点に帰ろうか。イリジウム20個、防気サイト23個、アルミニウム4個。遠征は大成功だな。ああ、間違いねえ。あれ何？ヨウム、どうした？あれのことか？なんか人工的なものに見えたからさ。まあ気のせいかもしれないけどね。ほぼ帰りの道中だ、見てみよう。どれどれ？近づいたところで、わからないな。これは人工物か自然のオブジェクトなのか、結構微妙なところですぞ。自然発生的にしちゃ、奇怪な形だけどな。前任者の遊びかもしれん。気にせず拠点に戻ろう。寄り道させちゃってごめんね。おう。とりあえず戻ってこれたか。これで拠点もさらに拡大できますな。まあ何より、フードフロアを増設できるのは大きいな。防気サイト1つからアルミニウムが1つだったとしても、合計27個のアルミニウムが手に入るはずだ。まずは安心できるだけの数のフードフロアを設置して、他は装備の拡張なりソーラーパネルの増設に使おう。フードフロアについては、今は8機で、1.5 倍の12機ぐらい設置すれば十分だろう。少し収穫待ちのまま放置してしまっても、余裕が出そうですな。とはいえ今は大半が防気サイトのまま。ここで、粉砕機テアニを作成だ。随分サイズ感が増しましたな。より強力に素早く粉砕してくれるみたいだからな。素早いだけだったら材料に防気サイト使ったのもったいないような。いいや、よく見ると抽出できる資源数が3から4に増えたようだ。効率も上がったのなら利があるな。防気サイトはさっきの火山エリアに行けばもっと手に入りそうだし、もう1機増設しても良さそうだな。電源が足りなくなったけどな。相変わらず電源管理は大変ですな。一旦多めに増設しつつ、アルミニウムをもっと手に入れないとな。で、そろそろ防気サイト、1つくらい砕き終わっただろう。資源4個分くらいになるはずだっけ？アルミニウム3個か。
こりゃいいな。かなりありがたいなこりゃ。早速フードフロアを増設しましょう。そうだなと言いたいところだが、まずは効率のいいソーラーパネルのテアニを増設だ。しばらくは拠点周りにいるから、食料の収穫が遅れることもないしな。今のグロワー数で、随時収穫できていれば食料に問題はないはずだ。それに、粉砕町の防気サイトも16個あるからな。で、今の間に粉砕がまた1つ進んで、今度は2つだったね。結構いいペースでアルミニウムが手に入るのであれば、装備を先に充実させても良いだろう。優先度的には、何でしょうか？移動速度ブーツじゃない？いや酸素タンクだろ。もう1個あるから強化できるものは強化しておこうか。移動速度ブーツか、採掘速度だな。ブーツにはアルミニウムが2つ必要だ。じゃあ採掘だな。採掘所要時間が 10% 早くなると、気持ち程度だが、酸素タンク増強もあって探索効率はかなり上がるだろうな。粉砕待ちの間に効果を確認。まあ確かにって感じだな。ほとんど誤差レベルだな。どうやらだいたい 0.67 秒が 0.6 秒になったぐらいの差みたいだ。チップのテアニとか酸があれば、もっと変わるんですかね。かもな。さて、火山遠征も含めてまたたんまり資源、持って帰ってきたぜ。随分とたくさん持ってきたな。さりげなく移動速度ブーツも作ってるし。粉砕にも相当な時間がかかる。せっかくだ、拠点も整理できそうだな。そんじゃ、まずは電力の強化。しばらく分は、持つはずだ。生成電力量的には、今の消費の2倍以上のようだ。これなら、多少設備を増設しても大丈夫そうですな。フードグロワーもそろそろ12機まで増やしてもいいかもね。確かにな、電力に余裕があるなら、今のうちに投資した方が良いだろう。これで12機体制、悪くはねえな。生活基盤は、整ったと言ってもおおよそ過言ではないな。食料の備蓄までいければなお良いのだが、それは時間が解決するだろう。なんだかんだ、いいペースで収穫できていますぞ。次にベジチューブの強化だ。テア3のベジチューブ、その酸素発生効率はテア2のなんと10倍以上。テア2が 1.2pp 級だったのが、テア3では 13pp 級だね。テラフォーミング指数がゴリゴリ上がっていますぞ。さらにヒーターも4台増設で3倍速だ。テア3に必要なイリジウムロッドというものを持っていないからな。多分クラフトなんだろうけどレシピを持っていないもんね。そうなんだよな。まあそのうちわかるだろう。そして圧力生成のためのドリル。これも、テア2の10倍以上の効率だ。テア2が 1.5 ナノパスカルだったのが、テア3は17ナノパスカルだね。かなり、テラフォーミングは進みそうだ。最初と比べて数百倍のスピードですからね。数字の上がり方がかなり変わってきたな。というかいつの間にか雲までできたみたいだね。もう次は雨を降らせましょうとまでなっていますな。ということは？おお、雲ですぞー。確かに、うっすら雲もかかっているな。この風景を、自分が作ったと考えると、悪くねえ達成感があるな。よっしゃ、このまま、探索進めようか。イオンエリア、進んでみる感じかな？何かいいものがあるといいですな。じゃ、資源をかき集めながら、このエリアの探索を進めてしまおう。資源に吸い込まれて怪我とかは気をつけてくださいね。ああ、わかっているぜ。それでは、荒廃した惑星に雲を生み出し、少しずつ惑星に変化をもたらし始めた。イバントさんまんじゅうを眺めながら、本日はここまでとしましょう。それではご視聴、ありがとうございました。